はい、こんにちは、サウンです。今日はボストン観光の2日目です。各界のスケジュールを終わって、今からボストンをじっくり観光すると思います。ボストンは空港として海の景色をよく見ることができます。昼ご飯を食べるためにクイーンシーマーケットに向かって歩いています。至るところに見える看板や建物の雰囲気が僕がアメリカにいるということを感じさせてくれますよね。クイーンシーマーケットの近くに到着しました。この周辺にはボストン市庁舎やダウンタウンもあるし、たくさんの人々がいて過当的な雰囲気が溢れています。ここにはサムエル・アダムズの像があります。その人はアメリカの建国のお父さんで呼ばれる人なんですけど、そのアメリカの政治の基礎を立てた人で知られています。その像の後ろには禁止マーケットがありますけど、禁止マーケットは19世紀1820年代ぐらいに作られた建物で、今はショッピングモールみたいな感じで運営しています。その中にはこんな食べ物とか売っていますけど、僕はそこの中でボストンで一番有名なロブスターを食べに行きました。ロブスターロールでボストンで結構人気な有名な食べ物なんですけど、それとクレームチャウダーっていうスープを一緒にセットで販売してるので、それを買って食べました。ロースターが有名だからいっぱい食べれるのが本当に嬉しかったし、その禁止マーケットのそのインテリアとか建物の雰囲気も結構19世紀のその昔のアメリカを感じれることができて、本当にいい雰囲気の建物でいい食べ物を食べました。禁止マーケットの外の周りもいろんなお店があるし、そのボストンの記念品を買うこともできました。偶然に入ったお店の中にこんなナルトとか遊戯王とか鬼滅の刃の日本のアニメのグッズがたくさんあって、それがちょっと不思議だなと思って面白くて撮ってみました。こんなクリスマス専門のショッピングモール、こんなお店もあって入ってみたんですけど、やっぱりアメリカはクリスマスにはちょっと本気を出すこともあるんだなと思って撮りました。ここはコミックスとかいろんな漫画とかのを売ってるお店だったんですけど、やっぱり漫画は日本が一番人気っていうか最高な感じだから、こんな日本の漫画本も結構ありました。アメリカの中でもこんな K-POP のコーナーがあってちょっと嬉しくて撮ってみました。その真ん中にニュージーンズのメンバーの顔がカーバーにできるアルバムもあったし、嬉しかったです。ここは BTS のフィギュアがあって、本当にBTS その本物の人のフィギュアがあるのが本当に不思議だったし、本当に嬉しかったです。今はちょっとショッピングしようかなと思って歩いてダウンタウンに向かっています。ダウンタウンは治安がいいところで有名なボストンだったけど、ちょっとホームリスの人が結構いて、ちょっとだけ怖かったです。ここはボストンコモンっていうアメリカの中で一番歴史が長い公園です。本当に広い公園だし、アメリカはこんな公園がいっぱいあるのが本当にいいことだと思います。ここで休む人が結構いました。ここはメサチューセッツ州のメイン建物です。ボストンはメサチューセッツ州の首都なので、こんな建物もありました。公園の中にこんなリスがいっぱいいました。ここで勉強してる先輩に聞いたら、リスが多い理由が猫とか犬とかが捨てられたらすぐみんな保護するから、道にいる動物があんまないからそのリスが増えたって聞きました。本当に可愛いリスですね。ここはボストンコモンにあるプロコポンデっていう湖です。こんな綺麗な湖もここにあるから、静かな空気で休むことができる本当にいいところでした。ここに中国の方がの楽器を弾いているから、それを聞いてもちょっとヒーリングできる感じでした。これからはちょっともっと上に行ってボストンの空気を感じるために歩いていったんですけど、
ここに消防士のための庁がありました。ボストンコモンとメサチュセッツ州のその建物のちょっと歩いたらそのボストン図書館が出てきます。それがボストン図書館の外観です。ここの図書館は1848年に作られて、国が運営している図書館の中で一番大きい図書館だと聞きました。ここでみんな勉強していますけど、勉強を頑張る人たちがファッションを持つために見る写真の中でこんな写真も結構ありますよね。ここ結構おしゃれで、昔建てた建物なんで、こんなキリスト教会みたいな壁画も結構あったし、その中の建物が本当に教会の感じがいっぱいあります。やっぱりアメリカは教会系の国なので、外にもこんな庭園があって、噴水とかいて、無料で感じる静かないいところだと思います。これからはちょっと歩いてフェンウェイパークっていう野球場に歩いていくと思いますけど、その間に見つけた噴水で遊ぶ赤ちゃんがめっちゃ可愛くて撮ってみました。歩いていくのは結構距離があるところなんですけど、その歩いてる間に見えるその鳥とか、自然がめっちゃいい雰囲気だったので、それも我慢できるくらいだったんですけど、いい雰囲気のところがいっぱいありました。やっと野球場に着きました。ここは1912年に作られた建物で、野球の歴史が長いアメリカの中でも結構長い歴史を持っている野球場です。ここで見る野球のチケットも取ったんですけど、その時は人多くてできないと思って、今日ゆっくりここで今観光しています。野球の記念の服とかユニフォームとか結構いろんなこともその中に売っていますけど、韓国の野球場よりは何倍も大きいお店がいっぱいありました。そのユニフォームも結構出たし、本当に韓国と比べたらありえないぐらい大きいお店でした。全体的にこんな感じです。左は野球場で、右はお店があります。ここからは先輩と合流してハーバードに勉強してる先輩やから、そのハーバードを観光しようと思って来ました。そのジョーがハーバードを建てた人、ハーバードさんですね。そのジョーのその人の足を触ったら、自分の息子娘がハーバードに入学するっていう噂があって、僕もちょっと触ってみました。ハーバード大学は1636年に建てて、アメリカで一番歴史が長い大学です。その歴史も長いし、一番頭いい人が通う大学でも有名なんですね。観光としてハーバードに来たら、文系、政治学科とか法学部とかの建物が一番有名だし、今見えるここは理系の建物なんですけど、前の建物よりはちょっと現代的な建物ですね。アメリカの大学は大学と外のその境界があんまないから、ここが大学の中か外かがあんまり感じられないくらい、そんな感じなんですよね。観光終わって先輩と後輩たちと一緒にご飯を食べました。ちょっと迷ったんですけど、学会の中でこんなパーティーがあって、ちょっとだけ参加しました。ここででもやっぱりいろんな研究者たちと友達になって行ってよかったなと思いました。友達になった研究員たちと帰る道をちょっと撮ってみました。こんな夜も結構いい雰囲気のボストンの夜の道でした。今日はボストンの2日目でしたけど、皆さんどうでしたか？やっぱり英語が上手くない僕だったのでいっぱい緊張したんですけど、今また動画を見回したら、できなかったことがいっぱいあってちょっと悔しいですけど、もう一回行ってみたいですよね。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価お願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。